皆さんこんにちは、カズラブチャンネルです。今日はですね、フリーウェルさんの GoPro ヒーロー10ヒーロー9ブラック用のブライトデー4パック ND フィルターが届きました。ありがとうございます。ND8PL 付き 16PL32PL64PL タイプになってます。最近 PL が当たり前のようにフリーウェルさんの ND フィルターついてるので、その効果などまた見ていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。はい、来ました。フリーウェルさんのステッカー、ビデオチュートリアルのカード、インストレーションインストラクション、どのようにしてくっつけるかっていう説明です。布、来ましたよ。布、フィルターのガイドです。このようになってます。見てみましょう。わ、かっこいいというか、なんかおお、今回のはちょっと普通のフィルターとは違う形ですね。ゴツゴツしてなんかかっこいいこれ。完全にここほら回せてます。これを回すことでまた PL の効果を変更することができるはずです。それでは装着してみましょう。もともと硬っ。これ取るのめちゃくちゃ硬いんですが、いいやり方見つけました。ハンガー、これをここちょっと挟んで、あまり強くやらないでくださいね、傷つけないように。そしてこれをこうグッと回すと、ほら簡単に取れました。手でやるとめちゃくちゃ痛いです。ハンガーを使いましょう。はい、取れました。装着、これで回せば止まりました。お、きちっと、これは取りやすい。きちっと止まりました。防水とかではないので、このまま水の中に入れたりとか雨とか気をつけた方がいいと思います。かっこいいですね。なんか違うレンズがここについたようなイメージになりますが、フィルターがついただけという状態です。それでは早速シャッタースピードの変動などいつものように見ていきたいと思います。それでは PL の効果をご覧いただきたいと思います。フィルターを回すことで水面の反射をこれだけ抑えることができます。川の中が透けて見えるようになったかと思いますが、違いは明らかです。流れがあるところも撮ってみましたが、このように違いが出ます。場合によっては逆に必要ないこともあるかと思うので、用途に合わせて使用するといいと思います。フィルターなしで写真を撮影した場合、2000分の1が適正露出になりました。EXIF データを見ると2010分の1となってますが、設定上は2000分の1で撮影しています。ND8 で500分の1まで下がりました。ND16 で250分の1、ND32 で125分の1、ND64 で125分の1、125分の1以下が写真では設定できません。ということで ISO をちょっと上げてみます。ND64、125分の1、ISO200。写真撮影の場合のシャッタースピードの変動はこのようになりました。 ND フィルターの数値が倍になるにつれてシャッタースピードも半分ずつ減ってきているのがわかると思います。 ND64 だけ125分の1以下に設定することができなかったので ISO が200になっています。 ND8 シャッタースピード240分の1、ND16 シャッタースピード120分の1、ND32 シャッタースピード60分の1、4K30 フレームで ND64 シャッタースピードは30分の1、
動画の方も同様に ND フィルターの数値が倍になるにつれてシャッタースピードも半分ずつ減っています。この数値を見ると光量もしっかり計算された上でフィルター製作されているのがよくわかると思います。4K60 フレームで撮影でフレームレートの倍が適正のシャッタースピードということで ND8 で120分の1になっています。このようにしっかりモーションブラーが確認できました。これがあることでより自然でスピーディーな映像になっていると思います。続いてフィルターなしで撮ってみましたがシャッタースピードが960分の1まで上がりました。モーションブラーがない一枚一枚のフレームがこのように重なることでパラパラアニメのように撮れた印象があるかと思います。スピード感はあるんですが流れてない感じですよね。低空飛行で撮ってみましたがこのように下の方が流れてるのがわかると思います。この方がより自然なスピード感を撮影できてると思います。改めてフィルターなしだとスピード感はあるんですがこの下の方なんか違和感がありますよね。やはりこの辺りは違いが出るのでフィルターを使うことをお勧めします。というわけでいかがだったでしょうか。今回はフリーウェルさんの GoPro Hero 9と10用のブライトデー4パック PL 付き ND フィルターのご紹介でした。最後にフィルターを使用して撮影した映像とフィルターを使用しないで撮影した映像を交えて動画の方を制作してみましたのでぜひ最後までご覧ください。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。